ようこそ空中哲学チャンネルへ。今日は哲学の実践性についてお話しします。つまり、人生がどのような志願の状況にあっても、どのように希望を抱き、自分の彼岸に到達できるのかについてです。まさに私たちの生きる現代にこそ、本当に必要なテーマですよね。そうなんですよ。皆さんちょっと想像してみてほしいんですが、私たちは最新のスマートフォンを持っていて、GPS アプリを開けば、今自分がどこにいて、目的地まで何分で着くか、完璧に把握できるじゃないですか。はい、一寸の狂いもなくわかりますね。なのに、ふとカフェで仮面から目を上げた瞬間に、自分はここで何をしているんだろうとか、どうしてこんなに息苦しいんだろうって、人生そのものに迷子になっている感覚に陥ることはありませんか？すごくよくわかります。ありますよね、そういう瞬間。実はそれ、あなたが弱いからでも、情報が足りないからでもないんですよ。今日は私たちが抱えるこの不安の根源と、そこから抜け出すための実践的な知恵について、すごく興味深い論文をベースに深掘りしていきます。東洋の心身論と西洋の哲学を交差させた内容でして、はい。今回はこのテキストの著者チームを代表して、専門家の方をお招きしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちがこの論文に込めたのは、決して書斎の中だけで完結するような難解な学問ではないんですよ。ええ。皆さんが明日あるいは今日この後、現実の生活の中でどう生きるべきかという、いわば生きた哲学の可能性について一緒に考えていけたら嬉しいです。いやー、本当に楽しみです。じゃあ、早速、一番根本的なところから伺いたいんですが、はい、何でしょ先ほどの GPS は完璧なのに心は迷子っていう、この現代特有の不安についてですね、論文の中では、哲学と科学の分立が原因だと指摘されていますよね。う。そうです。そこが非常に大きなポイントですね。これ、具体的にはどういうことなんでしょうか？はい。これには少しだけ歴史を遡る必要があるんですけれども、17世紀にデカルトという哲学者が心身二元論というものを確立しましたよね。ああ、我思うゆえに我ありの人ですよね。そうそう、まさにその人です。心と体、あるいは精神と物質というものを完全に切り離して考えるというアプローチですね。はいはい。でもその300年前の考え方がどうして私の火曜日の朝の憂鬱につながっているんですか？それはですね、その切り離しによって科学と哲学の役割がもう決定的に分断されてしまったからなんですよ。分断ですか？ええ。科学は客観的に測定できる物質の世界を担当することになって劇的な進歩を遂げました。つまり世界がどうやって動いているか、そのハウの部分を見事に解き明かしたわけです。なるほど。スマートフォンの GPS とかもその恩恵ですよね。まさにそうです。でも一方で哲学が本来になっていた、なぜ私たちはここに生きているのかとかどう生きるべきかっていう Why の問いは主観的で非科学的なものとして置き去りにされてしまったんです。ああ、なるほど。科学はどうやって早く目的地に行くかは教えてくれるけど、そもそもなぜそこへ行くべきなのかは教えてくれないんですね。そういうことです。だから技術がどれだけ進歩しても私たちの根本的な迷いは消えないんですよ。なるほどな。そしてその生きている意味を見失って世界とのつながりが断ち切られて苦しんでいる現在の状態を東洋思想ではホギアンと呼ぶんです。ホギアン。宮や苦しみのあるこっち側の騎士ということですよね。ええ、その通りです。この孤立感とか不安を説明するのに西洋の哲学者ハイデガーの概念がすごく役立つんですよ。ほう、ハイデガーですか。はい。ハイデガーは人間の本質を、世界内存在と呼びました。私たちは本来カプセルのようなものに入って世界から独立しているわけじゃなくて、常に世界の中に投げ込まれていて、周囲の環境とか人々と密接に絡み合って存在しているんだと。ということは、その世界との絡み合いがうまく機能していないときに、私たちは苦しみを感じるってことですか？まさにそこです。自分の行動や言葉が周囲の世界の状況とずれてしまっているとき、私たちは強烈な違和感とか不満を覚えるんです。ああ、それ、すごくよくわかります。なんというか、新しい職場に転職した初日とかを想像するとわかりやすいですよね。いい例ですね。まだその職場の暗黙のルールがわからなくて、良かれと思ったやった行動が完全に裏目に出て、会議室がシーンと静まり返る瞬間というか。ありますね。背筋が凍るような焦りと居心地の悪さ。あれが世界とのズレから来る恋眼の苦しみなんですね。
完璧な例えだと思います。その冷や汗をかくような違和感こそが、現在の自分の状態を知るための重要なシグナルになるんですよ。シグナルですか？ええ。そして、そのズレに気づいて、自分の言動を世界に調和するように修正していくプロセスのことを、東洋の哲学では修行と呼ぶんです。ちょっと待ってください。修行ですか？はい、修行です。修行と聞くと、滝に打たれたりとか山奥で何日も断食したりするような長寿的な苦行をイメージしてしまうんですが、職場の空気を読んで行動を修正することが修行なんですか？私たちの一般的なイメージとはかなり違いますよね。でも、哲学的な意味での修行は、まさにその日常の修正作業のことなんですよ。へえ、そうなんですね。ええ。ガダマーという解釈学の哲学者は、私たちは誰もが先入観を通して世界を見ていると言います。ハイデガーはこれを先行構造と呼びました。先行構造ですか？はい。要するに、世界はこういうものだっていう過去の経験で作られたフィルターですね。なるほど。前の職場ではこれでうまくいったから、ここでもうまくいくはずだ、みたいな思い込みですよね。そうそう、それです。でも、現実の事物とか新しい環境は、その古いフィルターには収まりきらないんですよ。だからズレが生じるんです。なるほどな。真の修行というのは、自分のフィルターを無理やり現実に押し付けるんじゃなくて、対象である事物の方に主導権を渡して、謙虚に耳を傾けることなんです。対象に主導権を渡すですか？ええ。自分の枠組みが間違っていた。こちらが真実だったんだ。と認識を改める。これこそが修行のプロセスなんですよ。なるほど。つまり、自分のソフトウェアを現実世界に合わせて、ひたすらアップデートし続ける作業なんですね。まさにその通りです。でも、言うのは簡単ですけど、自分の間違いを認めて枠組みを変えるのってすごく悔しかったり、抵抗があったりしませんか？おっしゃる通り。そこには強烈な抵抗が伴いますよね。なぜなら、私たちは自分、つまり自我と対象である世界を対立するものとして捉えているからなんです。自分対世界みたいな構図ですね。そうなんです。この対立を乗り越えるために必要なのが、心身一致という段階なんですよ。心身一致。心と体が一つになる。それによってどう対立が消えるんですか？はい。日本の哲学者、西田幾多郎はこれを行為の直感とか純粋経験と呼びました。主観である私と客観である対象の境界線がもう完全に消え去った状態ですね。境界線が消える？ガダマも教在という言葉で自分の現在の立場を忘れて事物と全く同じ立場に立つことの重要性を説いているんです。つまり自我を忘れて完全に対象に没頭するってことですね。いや、ちょっと、少し反論させてください。はい、どうぞ。現代社会では自分らしさを大切にしろとか、個人のアイデンティティを持てって常に言われるじゃないですか。よく言われますね。なので、自分を忘れるとか、自己を喪失するって聞くと、なんだか会社の歯車になったり、感情のないロボットになってしまうような、すごくネガティブな印象を受けるんですが。その懸念は最もですし、実は現代人の多くがそこでつまずくんですよね。やっぱりそうですよね。しかしですね、ここでお話ししている自己喪失というのは、決してマイナスとか欠如ではないんです。むしろ人間としての能力を最大限に発揮するための積極的な達成なんですよ。自己を喪失することが能力の最大化につながる？どういうことですか？スポーツのゾーンを想像してみてほしいんです。ゾーンですか？あ、なるほど。はい。プロのバッターがピッチャーの球に完全に集中している時って、よし、ここで打ってヒーローになってやるぞみたいな自意識はもう消え去っていますよね。確かに。バットとボールと自分の境界線がなくなって、ただスイングそのものになっている状態というか。その通りです。海の例えを使うなら、自分は波に逆らって進もうとする小さなサーファーではなくて、波のうねりそのもの、海そのものになっている状態ですね。海そのものですか？自我というノイズが消えることで、事物と完全に一致して本来の自分を取り戻すことができるんです。これが心身発意であり、世界との対立が解けてついに新しい世界、つまり彼岸に到達する瞬間なんですよ。なるほど。東洋ではこれを開悟、いわゆる悟りと呼びます。ついに悟りまで来ましたね。バッターボックスでのゾーンのような状態なら、なんか空中浮遊するとか、
オーラが見えるみたいな超常現象じゃないっていうのもすごく納得です。悟りはもっとずっと地に足のついたものなんですよ。鎌倉時代の道元禅師は、これを非常に論理的に説明しています。ほう、道元ですか？はい。道元は、人が迷っている状態を和天法、つまり、我が方を転ずと言いました。私が、つまり真理や世界をコントロールしようとしている状態ですね。はい。確固たる私が主導権を握っている状態です。一方で、悟った状態は、法天が、つまり、法が我を転ずになります。法天が。これは世界の真理とか目の前の事物の方が主導権を持っていて、それが私を動かしている状態なんです。ここには対立する自我はありません。主導権が完全に自分から世界へとシフトするんですね。でもそれって日常の中でどうやって実践するんですか？ずっと座禅を組んでいるわけにはいかないですよね。そこが非常に重要なポイントです。日本の思想家である湯浅康陽氏も、道元の痴漢打坐という言葉を単なる座禅のポーズと捉えがちだったんですが、私たちが考えるに、それは少し誤解を含んでいるんですよ。座禅だけじゃないと。若き日の道元が中国に渡った時の有名なエピソードがあるんです。ある日、道元はお寺で食事の支度を担当する老僧、老天座に出会います。老天座、食事係の古いお坊さんですね。はい。炎天下で汗だくになってキノコを干している老僧を見て、当時のエリート留学生だった道元は不思議に思うんです。なぜそんな辛い雑用を他の若い層に任せないんですか？なぜ涼しい部屋で経典に勉強しないんですか？と尋ねました。そんなお皿洗いみたいな仕事よりもっと高度な哲学の勉強をした方がいいじゃないかと。そうなんです。しかし老僧は笑って答えました。他人は私ではない。それに、この日常の俗務を離れて、一体どこに真理を探すというのか。あなたはまだ本当の修行の意味を知らない、と。うわー、それは対立ですね。本当に。つまり、ご飯を作り、掃除をし、歩き、座る。そうした日常の行住座がに全力で没頭することそのものが痴漢打坐であり、悟りだということですか？まさにその通りです。いや、ちょっと待ってください。理屈はすごくわかります。目の前の食器洗いに完全に没頭すれば、それは一つのマインドフルネスであり、一つの悟り、つまり涅槃の体現になる。はい。でも、現実問題としてですよ。今日完璧に食器を洗って悟りを開いたとしても、明日にはまた子供が食べこぼして、シンクには泥だらけの食器が山積みになるじゃないですか。なりますね。仕事だって一つのプロジェクトを完璧に終わらせても、来週にはもっと厄介なクレーム処理が降ってくるわけで。はいはい。これってなんだか終わりのないルームランナーの上を永遠に走らされているような気分になりませんか？悟り、つまりカリガンに到達したと思っても、次の瞬間にはまた新しい祈願が現れる。これで心が休まる時なんてあるんでしょうか？そのフラストレーションこそが、この哲学の核心をついているんですよ。確信ですか？おっしゃる通り、祈願からカリガンへの移行というのは、一度クリアしたら終わりのゲームではないんです。論題や状況が変わるたびに何度も何度も繰り返される再帰的な循環プロセスなんですよ。永遠のループ。やっぱりそれじゃ疲れちゃいますよ。最終的なゴールとか究極の悟りというものは存在しないんですか？いいえ、存在します。私たちの論文ではそれを一語英語と呼んでいます。一語英語。一度悟れば永遠に悟るということですか？これは決してエクラごとじではなくて、到達可能な生命の終局の大語なんです。終わりのないルームランナーを走り続けているのに永遠の悟りがある。それはどういう状態なんですか？東洋の言葉で言えば、孔子の心の良くするところに従って苦をゆぜずという境地ですね。聞いたことあります。自分の心の赴くままに自由に行動しても、それが世界の理法と一切衝突しないんです。西洋のハイデガーの概念を使えば、俗我性、つまりかけがえのない独自の自分と、世界性、つまり世界との完全な統一という、本来なら矛盾する二つが完全に融合した状態ですね。自分らしさを 100% 発揮しているのに、世界と全くぶつからない。でも、現実のトラブルは次から次へとやってくるんですよね。しかし、究極の悟りを得た人の内内面は、もうそれに振り回されないんです。振り回されない？東大の詩人、三山大師の詩に、我が心は秋熱の肉、ピクタンに清く狂血たり、というものがあります。澄み切った秋の月が、深い水面に清らかに映っている情景ですね。秋の月、それが私たちの心の本来の姿ということですか？はい。
私たちはこれを故郷の名月と呼んでいます。誰の心の中にもある、決して揺るがない清らかな本心です。故郷の名月、いい言葉ですね。一度この名月に気づいた人は、心の中に何の違和感も、現実への抵抗もないんですよ。だからこそ、無限に変化する現実に対して、随縁不変、不変随縁という生き方が自然にできるんです。随縁不変不変随縁。なんだか呪文みたいですが、私の日常で言うとどういう状態なんでしょうか？例えばですね、あなたが重要な会議の進行役をしているとします。突然、予期せぬトラブルが起きて、参加者が怒り出し、議論がめちゃくちゃになった。これが縁、つまり外部の状況の変化です。最悪の状況ですね。随縁不変とは、そのカオスな状況を縁について、柔軟に進行のやり方を変えたり、怒っている人の話を聞いたりしながらも、あなたの内なる本心、つまり不変の名月は、全くはび立たず、静寂を保っている状態です。なんでこんな目に遭うんだっていう自我の抵抗が一切ないんですよ。外側は激しく動いて対応しているのに、内側は無風状態ということですね。そうです。そして不変随縁は、内側が絶対に揺るがない不変だと知っているからこそ、どんな厄介なトラブル、縁が来ても恐れることなく、自在に飛び込んでいける状態なんです。なるほど。混合形の言葉に、応無所数なして、その心をひずべしとあります。何者にも執着しないからこそ、柔軟に心を働かせることができるんですよ。すごく腑に落ちました。先ほどの海の例えに戻ると、水面は大嵐で波が激しく打ちつけている。つまり、終わりのない日常のトラブルですね。でも、海の底、自分の本質は完全に静かで無風だと分かっている。だからこそ、ルームランナーのトロー感にいらすまれることなく、次々とやってくる波を、次はこういう波が来たってしなやかに乗りこなせるようになる。食器洗いが永遠に続いても、もう苦痛ではなくなるんですね。まさにその感覚です。事物の変化という波を事物と同じ目線で受け入れて、ただそれに呼応していく。その時、ルームランナラは徒労ではなくて、豊かな生命の欲動そのものに変わるんです。本当にエキサイティングな対話でした。東洋の心身論から始まって、西洋のハイデガー・ガダマーまで横断してきましたが、結局のところ、東洋も西洋も何か新しい誰も見たことのないような真理をでっちらげる必要はなかったんですね。本当にそうですね。異なる時代、異なる言語の哲学であっても、人間が直面する孤願の苦しみと、そこから抜け出すためのメカニズムは同じなんですよ。それぞれが異なる色合いを持ちながらも、同じ方向を指し示す道標だと言えますね。なるほど。私たちが今日からできることは、特別な瞑想のポーズを取ることでも、山にこもることでもない。自分がコントロールしてやるっていう自我のフィルターを少しだけ下ろして、目の前の雑用とか厄介な人間関係、その事物そのものに謙虚に没頭してみる。そこから全てが始まるんですね。その小さな原稿の修正の積み重ねが、必ずあなたを次なる新しい世界、悲願へと導いてくれます。さて、リスナーの皆さん、今日このディープダイブを終えるにあたって最後に一つ持ち帰っていただきたい問いがあります。もし修行というものが日々の小さな違和感に向き合って自分をアップデートしていくプロセスなのだとしたら、今日あなたが一番見たくない、めんどくさいと感じて後回しにしている、その身近なタスクや厄介な人間関係、それこそがあなたが次に到達すべき故郷の名節を見つけるための最強の入り口なのではないでしょうか。お聞きいただきありがとうございました。この記事があなたのお役に立ち、何かインスピレーションを与えられたら幸いです。それでは、また次回。